何ですかこの編成は。ゴレホグコウモリスケルトンスニゴブです。ティケラドムディト14です。今回はクイーンオーカーズウェストンピナイエンパイア BO2 の2戦目をね、やっていきたいと思います。初戦の方は一応概要欄貼っておきますね。1個前の動画にあります。2戦合計なんですけど、対戦始まったら、初戦のね、結果を話しつつ、初戦のスコアをね、話しつつなので、それが嫌な方は、ぜひ1戦目からという形で、2戦目だけでも単発で見てもね、面白い対戦になっておりますので、早速やっていきたいと思います。はい、というわけで、高校ですね。2戦目は高校になります。1戦目見たけどスコア忘れちゃったよって方もいると思うんでね、改めてスコアを確認しておきますと、13対12でクイーンウォーカーズが初戦を勝っていて、パーセントはギリギリ勝利を取っているような状況なので、だいぶいい、シンプルに星1差くらいのリードだと思っていただければって感じですね。パーセントは勝ってるって言ってもほぼ変わんないんで、ほぼ星1差でリードしてるって思ってもらえればと思います。はい。さあ、まずは、クイヒーディガホグ始まっていきましたね。シンメトリーの配置なんでね、どっち行ってもいいみたいな流れだとは思うんですけど、流れた方からクイヒーを展開していくと。さあ、ホーミングチェックのバルーンとホグライダーを投げていきつつ、さあ、これ援軍釣りも兼ねてるか、陸助、トルネあたりも解除したいのかっていうところなんですけど、ものすごい量の小物が出てきて、これ耐えられないですね。無理。遅い。それは無理。それは無理。さす無理ですね。さあ、さす無理しつつ、ホグライダー追加で出して、これは援軍完全なる呼び起こしですが、火力が高いので、かなりきつそうですね。これは、シンプルに火力が高い。あ、キング使うんだ、そこ。もう12時インってことかな、リガホグを一気に。さあ、もう一度ホーミングチェック1を投げていきつつ、レイジまで乗せてかなり奥まで見ていきましたね。最初はあそこは通ってるのって奥のところまでホーミング届けないと意味がないので、さあ、キングで少し全面削って防衛説をいきなり殴れるような状況してからのニガホグ展開。ここはインビジブルでクイーンを延命していきます。クローク入ってるんで次フリーズ漏れたら終わりですね。ここシングル。漏れるかなと思ったら髪漏れてるわ、ちゃんと。ちゃんと漏れましたね。しっかり漏れました。さあ、フリーズは残していく判断。クイーンは捨てたのかどうなのか、残したかったかどうか知りませんが。さあ、これはさすがに守ったんじゃない？リゴからの防衛はでかいですね。アップで前はずっと最初にクイラはやってるイメージだったけど、結構いろんな戦術もやられてますね。ただこれも防衛ができそう。しかもパーセントかなり低いんじゃない？初戦でね、リード取ってるんで、こっちからすればね、2戦目も普通に星数同点でも勝てるんで、その上での初手を防衛できるのはかなりでかいですね。守れそうですね。パーセントもかなり低いんで、これ同じ星数同点だったとしても、1点差のあれだったとしても、パーセントでは負けることなさそうなぐらい、パーセントを抑えることができてます。これがね、ボックス陣の移動ですね。取り方を知らない人だったり、少しでも崩れてしまうと、こうやってね、1ブロックがね、防衛施設の塊なんで、あと1区画壊せなかったみたいなのやつがね、そんなのの連続なんですよね。2区画残っていくと。そうなるとこうやってパーセントをかなり抑えられるので、78までは伸ばされましたが、78は低いです。いい防衛です。さあ、スティードラ。ちなみにね、うちのベースビルダーのね、エンドっていう人がいるんですけど、エンドくんスタドラのことまだスタドラって認識してないみたいでね、ずっとストドロだったかな、なんかね、一生間違えてましたね、名前を。さあ、これはオウルで対空砲の竹を取ったので、普通に届かない位置なんですか。これあれで見てるとなんか届いてる位置に見えるんだけどな。シンプルに結構ギリギリの際を攻めた感じですね、ガゴカット。タウンまで見ますね、このカットするならば。ラテスラも見えた。兵器をこのうちに切り替えた方がいいと思いますよ。同化弊社だとは思うんですけど、新兵器だったらね、もう投げてていいと思うんで。変わりましたね、同化弊社へ。ジャンプ2枚というところで、まずは投石のところを穴開けしつつ、投石でいいよね、さすがに。ジャンプって感じですかね。
そうなると、タウンの横の対地クロスシングルのところら辺がね、まあ対地は打てるんですけど、シングルが打てないんで、あの辺がちょっと対応が難しいところなので、もしかしたらタウンの方にかけんのかな、これジャンプ。微妙ですね。ただ、時間は結構使ってるんですが、タウンまでは到達しました。1分半ぐらいですね、残り。でもね、結構耐久とかやっててわかるけどね、中華って割と1分切っても間に合うことあるんですよね。おでひでなんか2分ぐらい使って、結構今の怖くね、今のゴーレムのタイミング。かなり攻めましたね。おでんを知ってるというべきなのか。さあ、10日弊社、アイゴレ2体使いつつ、ゴーレムそれそう。どうだろう戻ってくる無理だな、あれは。全員がいなくなりました。ただ、タウンホールはもう潰せてるので、あとは伸びてくれと祈る形になりますかね。さあ、援軍ラバもスーパーウィザードがいるので、あっという間に処理をしてくれつつ、今回ポイズン持ってきてないんですが、スパイズいいですね。さあ、これはロイヤルチャンピオンをシングルに当てていくプランな形で、ジャンプはシングルの部屋、打てない、入らないような形を取りましたね。フリーズしっかり打って、延命しつつ、さあ、地味ですが、今、スーパーウィザードが左サイドのリクスケートをすべて吹き飛ばしました。さあ、インビジブル使ったので、これロイちゃん、戻った神ムーブ。オーデン一瞬捕まったんですけど、インビジブルの範囲内に戻っていって、ここでフィストが使えて、ゴーレムが逸れた分、ここから躍動してくれないと、意味のない岩になってしまいます。さあ、ゴーレムは仕事をせず、クイーンをフリーズ打ってきましたね。クイーン、クローク、残りつつ、ロイちゃんブーメラン刺さっていって、残り時間が10秒。鬼ですね。死ぬほど間に合わないな、これ。1分でも間に合うことあるよ、つったけど、でも、それって結構単逆のことが多かったりするけど、死ぬほど時間切れですね。87%。まあ、圧倒的に時間が足りなかったですね。まあでも、パーセントで勝ってるんで、まあリードは変わらないですね。さあ、6-1ライトニングで、天才のインドラ、スケルトンではなく、ただのインドラ。どうなんでしょうね。スケルトンなしのインドラって、どうなんでしょうね。どうなんでしょうねしか言えないわ。やったことないもんだって。ドラならまだわかるんですけど、ロケバル大砲カットですか？ほう。で、AT まで見ていって、まあ、完全に3次側をがっつり切って、インドラたちで進めていく形にはなると思いますね。まあ、中心がシングルインフェルノっていうのを考えて、ドラゴンではなくインドラ採用だと思うんですけど、トームかけていく。危ないですね、今の。レイジも2枚あるので、まあ、タウンにとりあえず打つでしょう。さあ、タウン、レイジ、フリーズ。怪しい？さすがに無理ですね。まあ。インドラ。さあ、中心レイジ。レイジインドラって地味に強いよね。レイジが乗ることでインドラの最高到達点にたどり着くのが早くなるので、さあ、ここはいいフリーズ。ただ最後の呪文なので、最終シングルをどう処理するかになりそうですかね。さあ、ロイちゃんはまだ手元に残している状況ですが、どうだこれは。渋いと思いきや意外といけたりする。その投石をどうするかだな。おでんが仕事するのはせこいな。しかもロイちゃんに捕まらず。ポイズン、それ撃つんだ。まあ。シングルスケあったら、まあ。僕撃たない方がいい気したな。今のってどっちにしろキング死んじゃうんで、ポイズン撃ってキング守れるとかじゃないじゃないですか、今のって。HP 的に。キングがもうちょっと HP あって、キングも活かせそうとかならポイズン撃つ意味あると思うんですけど、今のってどっちにしろ死ぬんですよね。クロークも使わないし倒せるし、ユニコーンがついてるんで、ここで絶対残ってたら怖いと思ったけど出ないんだ。でも多分表にありますよ、これ。出たわ。っていうかなんなら勝ったし。まあ絶対このシングルがね、基本スケルトンあると思うんで、ここで出した方が強いと思うんですよね、ポイズンは。まあ結果論うまい感じにシングルが残ってなかったんでって感じですけど、これロイちゃん潰せてればな、リクスケ次第でしたね。ポイズン先打っちゃってたんで、ポイズンに、スケルトンに捕まる展開があれば多分これ防衛できたと思うんですけど、いや、きわいな。黒く余ってるけど、さすがに結構厳しかったんじゃないかな。なので多分、本当はポイズン残しが正解な気がする、今のは。
結論捉えました。ただ、ガーサス。さあ、ガク。まあ、同点ならね、1戦目のリードがあるので勝ちです。さあ、選ばれた編成はドラドラなんですけど、インドラが2体入ってると。結構枠数多いっすね、ドラと。ドラゴンライダーと、インドラと。おー、すげえ。全ユニットトーム巻き込むために、いい感じにばらけてるんだけど、しっかり全部、サイドカットもさせつつ、全ユニットがトームかかる位置に出してる。これうまいですね、めちゃくちゃ。そしてクイーンがギリギリサイドカットをしてくれているんですけど、真ん中マルチ通したいですね。ちょっと流れている。もしかしたらクイーンスタートの方が良かったかもしれない。ドラドラスタートより。若干下流れてしまいましたが、これはタウン一瞬で終わりますね。まあ、タウンはヒーローでも一応ケアできるようにウォールブレーカー持ってきつつって感じだったんですけど、まあ、ドラゴンパートがしっかり発動していつつ、これはヒーローの能力が残っている。うん。痩せ折れるといいね。まあ、あんま変わんないけど。まあ、マルチ触れるんで、そこフリーズかけたら折れそうだけど、インビジブルギリギリ。これはもう、いけると判断してのインビジブルを採用していって、ドラゴンライダーでマルチ相手を折り切りました。いい判断。ドラゴンライダーってね、地味に HP、ってか、ドラゴンより HP 高いんですよ、実は。ドラゴンよりドラゴンライダーの方が HP 高いんでね。HP ギリに見えても、まあ割とやっちゃっていいっていう感じかな。これは前回までいけそうですね。さあ、ラバが出てきてしまいましたが、フリーズも残っているので、これでフリーズかけて終了と。ナイスフリーズ。さあ、インドラまで残っている。ガーサス。さあ、マイコー。ドラ。グバだ、グバ。スニゴブ6体。さあ、ロイヤルチャンピオンサイドカット。鬼のようにリックスケルトン。さあ、これはロイヤルチャンピオン伸びないですね。援軍釣りを見ていたならちょっと、まあ、ウィズ島がウィズ島こんな4個あったっけこっち。ウィズ島こんな4つこっちあったっけ確かにこれ、コウモリ目線すごいことなってんな。まあ。あれボムタワーだった気がするよ、あそこ。変えましたね。さすがにこれは誰かなんか言うと思うよ。世界大会持ってきたこんなことになってたら。まあなんか、リクスケ対策かな。対地クロスが多いっていうところで、ボムタワー置いとくとスケルトンのね、スケルトンに対して強いっていうところで。キングサイドカットしつつクイーンはタウンホールまで見てると思うんですけど、結構火力高いんじゃない？ドラゴンは多分4次面から始めたいと思うんですけど、もうそろ出しちゃっていいんじゃなかろうかだけど。じゃないとこれキングが無駄死にですね。ちょっともったいない使い方してる気がする。ここまで貯めるんだったらもうちょっとね、遅いタイミングでいいと思う。あ、ここじゃないのもしかして。なるほど。惜しい。ドローンで引っかかったけど、水塔まで行かれちゃったか。まあ。なるほどね。ロケバル1体、あれボマ刺すんか、じゃあ。ですね。さあ、トームは温存していきつつ、ここはレイジをかけていって、トームですね。さあ、マルチをボマーで折り切って、投石上コウモリ。まあ、このコウモリは強そう、確かに。強そうですが、というところ。時間結構使ってるっていう印象。そうですね。コウモリが止まんないですね。こんなに水を固めてたらさすがに止まんないけど、なんかクイーンもいい感じだし、ドラゴンがガン流れしたことによってコウモリどんどん溶けてますね。インビジブル。時間がないね。プランは確かにちょっと強そうなプランだったけど。
どうなんだろうな。これさ、3時キングをして、ドラゴンを9時にするなら多分、ドラゴン展開して途中でキングの方がいいと思いますよ。さあ、防衛ができたので、まあ、ほぼほぼ勝ちかな。割と。超リードです、これは。1戦目でまず、1点差のリードが取れてるんでね。対空砲のタゲはしっかり波形砲で取りつつ、どこまで伸ばすんだいここ。はい。援軍も連れつつ、シングルインフェルのあたりを壊していくような形で、これは対地クロスまで見て、対地じゃないな。クロスまで見てると思うんで、そうですね。かけていって。さあ、アイスゴーレム登場。タウンホールはもう起動してしまってるんですが、1体ここで勝利。ここでもう1体勝利してくれると熱い。ナイス。うん。クイーン短期で多分タウン狙いだと思いますね、これは。ってなると、まあ、クイーン投石のとこにキングロイちゃんあたりをぶち込んでいくプランだとは思うんで。さあ、タウン前にはテスラが生えつつ何も投げない。対地クロスから怒られていく。インビジブルギリギリ。これフリーズ必要ですね。ナイス。クローク使いますが、特に何もないのでタウンまで通っていくコア。さあ、3時穴開けでキング入れてきましたが、援軍に使わなかったのでポイズンが温存されていって。さあ、このアイゴレは、無駄になりそうですね。ただ、ロイちゃんが投石刺さっていくので、このロイちゃん強くなりそう。さあ、ラバルを並行で進めていくことで2時が切れれば真ん中マルチにロイちゃん誘導できそうなんですけど、キングが邪魔だな、そうなると。うん。追いにラバストライカーを出してて、ここはトーム合わせていきましたね。しっかりラバにもかかるようなトーム。これがいいです。さあ、ストライカーでキングを潰したので、真ん中マルチはロイちゃんで潰せそう。ロイヤルチャンピオンにもここでようやくストライカーが合流して勝利はできましたね。さあ、投石の方、フリーズからのロイヤルチャンピオン、ブーメランを使っていって、ヘイスト2発フリーズあるので、ここはシングルウィズドですね。そうですね。いい位置にフリーズをかけて、数で押せそう。さあ、ラストヘイストかけていって、時間も50秒あれば問題ないでしょう。さあ、アイスゴレムは毛投げにまだ殴ってます。ゴーソス。ほぼ決まりましたね。まあ、初戦で1点差のリードを取れつつ、ここでも、この試合でも1点差のリード、なおかつパーセントで負けることがないので、まあ、特大リードと言っていいんじゃないでしょうか。まあ、このアタックとさっきの防衛でほぼほぼ勝負が決まったかなっていう印象ですが、ナイスだろ。さあ、一応2000回取られてんだか。勘違いですか？あれこれ4人目よね。まあいいや。多分これ取れないんで。このスーパーボーラ取れないはず。まあちょっとね、新兵器用に施設入れ替えちゃったり、罠変えちゃったりしてるんだけど。まあ取れないと思うけどね。まあ、世界大会で使ったボックス配置がね、やっぱり優秀なんですよ。へえ。早まりましたね、そのウォールブレーカー。さあ、クロスボウに捕まりますが、対地ではないので、ここ離れますね。さあ、2層目ウォールブレーカーを先に開けておきたかったんだとは思うんですけど、さあ、アイゴレ、スーパーボーラーが展開されていって、まあ予備用じゃないかな、ウォールブレーカー。ちょっと強そうな入りにはなった。でも1体死んだ。まあ、突撃艦を守りたいと撃つと思うんで、そうですね。序盤で死んでしまうやつ。おっとボーデンとスーパーボーラーがそれ始めたぞ。さあ、キングはキングと当たってきますが、ストライカーをようやく投げていく。わかるこの気持ち。ストライカーを、ね。遅れましたね。これは、やらかしポイント第1ですが。結構痛いんじゃないですか？さあ、タウンは落とせましたが、シングルが残っていって、気づいたら真ん中ボーラーがすでにいないというね。さあ、呪文はただめちゃくちゃありますね。
問で押されるとワンチャンやばいのかどうなんだ。さあ真ん中ヒーラー1体しかいないんで、さすがにそろそろホーミングかなんか当たるでしょ、きっと。1体でいいなら。なかなか当たんないな。ああ、ようやく当たった。さあ、これは中央。まあ。クロスがウォーデン落としてくれつつ、なんか意外といるけど、まあ、ロイちゃんここで死ぬんじゃない？ブーメラン打ったし。ってなるとクイーンが生きなきゃいけないんで、クイーンをね、フリーズ延命しないといけないはずなんですけども、捨てますか。なら防衛ですね。時間もないし。守りました。でかいですね。さあ、パーセントも、ほら、一区画とちょっとしか防衛施設残ってないけど、意外とパーセント伸びないんですよ。回収できる位置がやっぱ少ないんですよね、ボクサイチって。さあ、守っていってパーセントも抑えられの83でストップ。ナイボ。さあ、クラウス。何ですか、この編成は。ゴレホグ、コウモリ、スケルトン、スニゴブです。なるほど。編成が強すぎますね。ぜひ皆さん真似してみてください。なんだこれは。さあ、ゴーレキング6時でスニゴブタウンは確定ですね。そう、これはね、結構ね、資源系が少ないからスニゴブタウンはやりやすそうだなとは思っていたんですけど、ゴレキングからのスケルトンからのゴレクイーンからのスケルトン。そうなんだよね。下側もね、ボムタワーとか、ヒーロー系と対地クロスが多かったんで、スケルトンがめちゃくちゃ刺さると、これでウッドランチャーを中心へ。さあ、ストライカーも刺していきつつ、9時にスケルトンを置いて、ロイヤルチャンピオンも9時側突破を図っていると。なるほど。ただ、ウォーデンはつけないので、ホグかな？ホグパートにつけてくにしても、なんかまだゴーレム残ってるし、1枚。なんだそれ。9時一掃しましたね。さあ、フリーズをかけて、ロイヤルチャンピオン延命。クイーンは真ん中マルチまで伸びたので、確かにこうなるとコウモリできる場所が、ただ、そうですね、援軍が釣れないように最初にあれするんじゃなくて、スニゴブするんじゃなくて、後からやっていくと。なるほど。さあ、クイーンクロックですが、ウィズ島までは伸びず。援軍はこれ全部釣れたかな。トルネも解除してますね。さあ、あとはタウンホールを取りつつ、援軍処理もしなきゃいけないんですけど、いやー、連装迫撃あるのでインビジブル早めに撃ちたい。ナイス。さあ、援軍まとめてこれはポイズンは撃たず、逆サイ振ってからゴーレム。なんだこのゴーレム。どういうゴレなんですかね、これ。さあ、コウモリを後追いで出していって、なるほど、これ、投石のタゲ取りたいのかな、これで。ホグはシンプルに投石にも刺さりつつ、なんか、どういうことだろうわかんねえや。フリーズあるしな。さあ、ホグコウモリ展開してしまってますね。さあ、援軍処理はできず、ウォーデンはボコボコに殴られていったんですけど、コウモリが止まらない。これはコウモリ止まらないですね。強っ。一つ懸念点があるとするならば、ホグのルートにトルネードがあって、コウモリが巻き込まれて死ぬことですね、この弱点は。タウンホール13ぐらいかな。一時期少しだけ流行った戦術の一つですね、ホグコウモリ。ホグで範囲ダメージのターゲットを取れるので、ウィズ島とかがあってもホグでタゲを取ってコウモリを進ませることができるみたいなね。そういうあれなんですけど、残り時間10秒どうだこれ間に合うかさあ、援軍はようやくここで勝利し、残り3秒、2秒、1秒、間に合っていく。すごいな。さあ、ほぼほぼ勝負が決まりましたっていうか終わってるな、これも。11対9と。なるほど。意味わかんなかったですね、編成的にも。11対9でしょ。で、1点差だから12対9なんですよね、今。実質12対9なんですよ。なので、これ前回取られても星1でも取れば勝ちですね。
守ったらなんなら攻めなくていいっていう。攻めないで勝ちですよ。これが BO2 の良さですね。世界選手権 BO2 にしようよ。いや、でもなんか、初手で15点取られたしな。なんかでもさ、なんか単白じゃないあれ、あのシリーズ。決勝だけ BO2 とかにしてくれんかな。うん。まあ、有利不利出ちゃうのはわかるんだけど、ほぼ決まっちゃうんだよね、あのシステム。最後だけまっさらにして、決勝戦 BO2 とかにしない？決勝でいい。一本取った状態で始まるあれってなんかもう、見てる方楽しいか？どうなんだ？決まっとるやん、大体もう。まあ、一抜けした側からするとすごい有利になっちゃうし、ね。どうなんだろうな。一回も負けてないのに BO2 に付き合うっていう理由もないしね。なら BO3 でいいじゃん。いや、まあいっか。さあ、そんなこんな言ってる間にスーパーウィザードたちが躍動していますが、いかがというところ。まあ割と似たような入りが続いてるんですけど、スーパーボーラーの時よりはなんかスパウィズの方がなんか伸びてそうではある。これはいかれたんじゃない？いやー、どうだろう。微妙だね。でも3ヒーロー能力残ってんのがちょっと強い。ポイズンもあるんで、スケルトンに対応ができる。ロイちゃんはこれ投石入っちゃう。ブーメランワッショイ。いいワッショイですね、今のは。今のはいいワッショイ。フィスト残しか。クイーンがただこれは、そこ殴るか。いいとこ殴りましたね。内側殴ったら終了でした。さあ、外周、内側殴った。これは終了です。間に合わないんじゃない？フィストでワンチャンみたいなのもあるか。ただでもこれ、おでんにユニコーンつけてんのか、このプラン。おでんユニコーンなんで、このおでんが耐えれればってとこですが、ポイズンは、あれスケルトン打たない。さあ、これは時間がナイス取るね。間に合わなそうな気がする。これは、間に合わないですね、さては。防衛だ。攻めずに勝った。というわけで、勝ちました。だがしかし攻めなきゃいけないので攻めましょう。スーパードラゴンにライトニングとクローンを交えた形です。初戦もね、同じ配置をリゴは使ってて、おっさんがね、大事故に遭ってた配置なんですけど、エアスイーパーを追ってあげて、やっぱこの詰まった配置に対してのクローンがやっぱり強くて、で、クローンって、結構脳死でタウンホールを落とすようなドラクローンが多いんですけど、そうじゃない使い方をしてあげましょう。そうすると刺さることがね、考えてないんで防衛側からすると。じゃあスニークゴブリンね、がっつりカットしてあげて、スーパードラゴン、機体のスーパードラゴン。これやっぱ密集した配置にはスーパードラゴン強いです。めちゃくちゃに強いので、普通のドラゴンよりスーパードラゴンの方がいいなと思って採用しました。さあ、突撃艦ちょっと角度変えてあげると、トルネもないでしょ、片サイドにっていうのはっていうところでね。さあ、クローンダブルで置いてあげて、投石マルチ。対地クロス降りたいな対地クロス降りたいなって感じで投げていきましたが、いかに、1本は折れました。2本目は折りたかったな、本当は。さあ、ただ逆サイド。クローンしなかった方はスーパードラゴンがゴリゴリに押してくれています。強いですね。やっぱね、体力高いしね。初手トームで突破してあげたので、こういう感じに進んでいくと。さあ、対地クロスは残っているんですけど、ここに対してはスーパードラゴンが流れた1体が殴ってくれてますね。優秀です。さあ、フィストを使っていって、ロイヤルチャンピオンマルチに刺して、あとはフリーズでタウンを固めて、終了ですね。最初はライトニング3まで使って大工砲壊そうかなと思ったんですけど、よく見たらレイジが1枚しか積めなかったんで、その場合。なので、フリーズ1枚にしてレイジ積んで、ライトニングに打っていく形を取りました。さようなら。あっという間の全開ということで、スーパードラゴン強い。
はい、というわけで、今回はクイーン若妻 VS トンピナイエンパイアだったんですけど、見事に勝利をすることができました。結構いいアタックも多かったんじゃないですか。クラスの編成もね、久々に意味のわからない編成ですが、一応理にかなってる。一応ではないね。理にかなってる攻めをした結果、意味がわからない編成になってしまったというのが正解でしょうか。ゴーレムだったり、コウモリだったりは割とね、クラスの得意な編成というか、好き好んで使うタイプのあれですよね。コウモリがどうすれば刺さりやすいかっていう状況を作ることが割と主軸にはなってると思うんですけど、ゴレスケルトンでヒーローを爆伸びしつつ、ウッドランチャーで真ん中のマルチまで取りに行ったっていうことで、そうした結果、残ったハイダメージのものがほぼないので、そこをね、オーデンプラスのユニットで取ってあげて、あとはコウモリで突き刺していくっていう形でした。プランはすごい理にかなってましたね。当然タウンホールをスニークゴブリンで落とすわけなんですが、援軍が早めに釣っちゃうとね、ヒーローの方に当たっちゃうので、スニークゴブリンを後から出していく。その分、援軍処理がすごく安定しなかったので、援軍は全部残ってたんですけど、なんか数で押せましたね。はい。ぜひ皆さん真似してみてください。責任は取りませんけど。というわけでね、BO2、2戦目もね、普通に1試合ずつということでも勝っているので、11点で 90% に見てないですよ。平均破壊数。大勝ちです。これで決勝戦進出と、実はね、クイーンウォーカーズの今年の成績っていうのがちょっとある程度知りたいです、みたいな感じでね、ポンタさんからいただきまして、いろいろ見てたんだけど、ものすごい量ね。俺らこんなに優勝してたんだと思って、なんか結構10個ぐらいね、ありましたね。優勝、準優勝含めてバーって。俺ら強いと思ったんですけど。この大会もね、決勝まで進出したんでね、これが年内に終わるならば、もう1個追加という形でね、その辺の話も別の動画でできたらいいなーってところで、今回はそんな感じで終わろうと思います。というわけで、ぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。また次の動画でしましょう。さよなら。